筋トレはかえって逆効果かもしれません。こんにちは、バック先生です。今回は二の腕と肩周りをスリムにするエクササイズをお伝えします。二の腕や肩周りを細くスリムにしたい方多いと思います。特にこれからの季節は肌の露出も多くなってきます。今回の方法非常にシンプルで継続しやすい方法になっていますので、ぜひ実践していただいてスリムな二の腕、肩周りをゲットしましょう。このチャンネルでは痛み改善、自律神経、美容など日々の健康に役立つ情報を配信しています。今回のエクササイズに加え、呼吸でお腹をスリムにする方法やストレートネックなど姿勢の問題を解決する方法も公開しています。合わせてやっていただくことで健康で美しい姿勢を手に入れることができます。概要欄に貼っておきますので、チャンネル登録していただいて他の動画もチェックしてみてください。まずあなたに知っていただきたいのは、二の腕、肩周りが太くなってしまう原因です。これがめちゃめちゃ重要です。その原因とは、二の腕、肩周りの筋肉のバランスが崩れているからなんです。具体的に言うと、アウターマッスルとインナーマッスルのアンバランスです。アウターマッスルとは文字通り体の外側にある大きな筋肉のことです。関節を大きく動かすことが主な役割です。二の腕、肩周りでいうと三角筋、大胸筋、僧帽筋が代表的な筋肉になります。一方、インナーマッスルとは文字通り体の深部、つまり奥の方にある比較的小さな筋肉のことです。主に関節を安定させる役割を果たします。二の腕、肩周りでいうと小円筋、極上筋、極下筋、肩甲下筋が代表的な筋肉です。この4つをセットでローテーターカフと呼んだりします。インナーとアウター、この2つがバランスよく働くことによって関節運動がスムーズになり、スポーツや日常生活での怪我を予防したり、機能的で見た目も美しいスタイルを作ることができるのです。この筋肉のアンバランスを引き起こしている方が多い背景には、腕や肩周りをスリムにするには筋トレが必須であるという誤解があります。世の中には二の腕や肩周りをスリムにするためには筋力トレーニングをして引き締める必要があると考える人が多いです。そうです。当然ですが、一定以上の負荷で筋力トレーニングをすることで筋肉というのは肥大します。大きくなるんです。一般的な負荷の強い筋力トレーニングではアウターマッスルが活発に働きます。強い負荷のため筋肉が肥大していきます。一方でインナーマッスルはあまり機能しない状態になり、筋肉のアンバランスが起こります。アウターマッスルが肥大し、関節運動を起こす力が大きくなります。しかし関節を安定させるインナーマッスルとのバランスが悪くなり、姿勢不良や関節痛、代謝やリンパの流れが悪くなることによるむくみが引き起こされます。つまり筋肉のアンバランスによる肥大、むくみ、姿勢不良が二の腕、肩周りが太くなってしまう原因ということになります。以上の原因からスリムな二の腕、肩周りを作るポイントは、1つインナーマッスルを活性化させる、2つアウターマッスルを過剰に働かせない、3つ両者のバランスを整える、以上の3点になります。今からお伝えするエクササイズを1日少しずつでも続けてもらうことで、アウターとインナーのバランスが整ってきて確実に体の状態変わってきます。ぜひ実践してみてください。それでは実際にやっていきましょう。ではまず肩を回していきます。しっかり肩を回して肩周りをリラックスさせていきます。前から後ろに回したり、後ろから前に動かしたり、しっかり動かしていって、肩の可動範囲を広げていきましょう。この時に姿勢、猫背になったり反り腰になったりしないように注意していきましょう。しっかり呼吸もね、忘れずにやっていきましょう。リラックスする感じでやっていきましょう。はい、次は頭の上で腕を組んでもらいます。このように肘を持ってもらって体を倒します。倒すと脇腹と脇ですね、しっかり伸びていきます。これを伸びてる感じを意識しましょう。で、伸びたら戻します。で、伸ばす、戻す、これを繰り返します。これも姿勢ですね、しっかり意識しましょう。猫背になったり反り腰にならないように注意しましょう。あとは呼吸もしっかり意識しましょう。
はい、反対側もやっていきます。脇腹と脇ですね、しっかり伸ばすようにしていきます。姿勢ね、猫背になったり反り腰にならないように注意しましょう。呼吸を止めないように注意しましょう。しっかり吸ったり吐いたりしながらやっていきましょう。次は腕をこのように伸ばしていきます。手のひらを上に向けていただいて、しっかりぐるぐる腕を回していきます。前から後ろに回したり、後ろから前に回したり、しっかり回していきます。この時も姿勢に注意してください。猫背になったり、反り腰ね、ならないように注意していきましょう。しっかり呼吸ですね、吸ったり吐いたり、しっかり意識しながらやっていきましょう。しんどい方は手少し下げていただいてね、やっても大丈夫なので、これでも構いません。はい、次の運動は、立ったままだと分かりにくいので座ってやります。手のひらをですね、頭の上に合わせていただいて、ここから腕を開いていきます。開くときは手のひらは外側に向けてもらいます。この時に肩甲骨がしっかり寄るのを意識しましょう。ぐーっと肩甲骨が寄るのを意識しましょう。この時も姿勢に注意してください。呼吸が止まらないようにしっかり吸ったり吐いたりね、しっかり意識していきましょう。はい、次は腕を横に伸ばしてぐーっと腕をねじっていきます。しっかり前後ろですね、しっかりねじっていきます。この時もちょっと動きとして無理がある場合はですね、少し下げていただいても大丈夫です。できるだけ肘も伸ばした状態でね、やっていきます。根元からしっかりねじれるように意識してください。横から見てもこんな感じですね。猫背になったり反り腰にならないように注意しましょう。次はこの姿勢から腕を開いていきます。ぐっと開いていきます。腕も開くし、胸も開いていきます。横から見るとこんな感じですね。この動作も肩甲骨がしっかり寄るように注意しましょう。呼吸も忘れずに吸ったり吐いたり。意識していきましょう。はい、次は腕をこの姿勢から腕を後ろに持っていきます。ぐっと胸を開いて腕を後ろに持っていきます。こんな感じですね。ぐっと胸を開くのを意識していきましょう。きつい方は少し腕を下げていただいても大丈夫です。肩甲骨寄っていくのを意識してもいいと思います。はい、次はこの姿勢から指を後ろに持ってきてもらって、お尻から手を離してもらいます。ぐっとこれも肩甲骨ね、寄せる感じでやっていただくとより効果的になります。胸を開いて肩甲骨を寄せる。あとは肘をしっかり伸ばすのを意識しましょう。あとは視線もできるだけ正しい姿勢でやっていただくようにお願いします。はい、次は横にパンチです。ぐっと腕を伸ばしていきます。この時もしっかり肘を伸ばして意識していきましょう。この時に少し内に拳をねじっていくとより効果的です。できる範囲で構いません。休憩も入れてもらっても構いません。場合によっては動画少し止めていただいて
休憩挟んでいただいても構いません。水分補給していただいても大丈夫です。できるだけ正しい姿勢でやっていきましょう。はい、次はこの姿勢から親指を後ろに向けていただいて、これでぐる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 回していきます。これもできるだけ肘は伸ばしていただきます。胸も開いていただいて肩甲骨寄せていただくとより効果的です。結構きつい方は少し肘を曲げていただいても大丈夫です。はい、次はこの姿勢から腕を後ろに持ってきてもらって、ここから腕をねじっていきます。ぐーっとねじっていきます。できるだけお尻から離していただいて、この時にね姿勢がこうなったりね、反らないように注意しながらやっていきましょう。ぐーっと肩甲骨寄せて胸が開くようにしながらしっかりねじっていきます。できる範囲で構いません。もうちょっとで終わります。お疲れ様でした。合計11個の運動があるので続けてやると結構きついと思います。間に休憩を挟んだり水分補給しながら自分の体力に合わせてやっていただけたらと思います。今回は二の腕、肩周りをスリムにするエクササイズについてお伝えしました。日常生活のルーティンにぜひ取り入れていってください。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。